おはようございます。画家のぎそです。ちょっとあいにくの天気なんですけど、我が家の庭がアジサイ祭りになってますので、ちょっとアジサイをちょっとお見せしますね。これは何アジサイですか？可愛らしいね、玉状のアジサイでございます。玉状のアジサイ、紫ピンクですね。お、最悪ですね。これも綺麗ですね。非常に綺麗な最悪な人がいますね。変なこと言わないでください。お願いします。お願いします。アカウントをバンされてしまいます。これは以前多分描いたような、このガクアジサイは何年か前に多分描いたやつなんですけど、ものすごい大きくなってますね。なんだこれは。もうアジサイの壁みたいになってますね。ねえ、この玉も大きいですね。こういう大きいのちょっと描いてみましょうか。なんかね、これは山アジサイですかね。ちょっと大きめのこう玉の白いハチ君ですね。こちらも素敵ですね。ちょっと裏というかですね、北側の方なんですけど、ね、この白いガクアジサイも非常に綺麗ですね。よいしょ。これちっちゃいのはこれ山アジサイだそうですよ。ねえ、ちっちゃいけどこれも可愛いですね。僕はこんなん描きたくなりますね。でも皆さんにはね、ちょっと大きいのが理想的かもしれません。これもね、なんて種類なんですかね、これもね。ね、大きい玉のもの。これもね、また変わった。大体何かあれらしいですよ。もらってきたりなんかしたものが、増えてですね、こんな風になったって言うてますよ。買ったのが一つもないと言うてますんですごいなと思いますね。すごいですよね。ほとんどこうもらってきたものらしいんで、まあその中でも今回はちょっと大きいやつを描いてみようかなと思います。うるさいのが来ましたね。邪魔しないで、パパ仕事してんねんから。邪魔しないで。邪魔じゃない、ね、見るだけだよ。それではちょっと解説をしていこうと思います。まずデッサンを取っておきました。デッサン取るのやっぱ難しいです。非常に難しいと思いますので、皆さん頑張ってください。で、まあデッサン取る時のコツとしては、ポイントとなるような花ですね。例えばこことか、自分の中である程度ポイントとなる花をいくつか見つけておかないと、こうとかですね。でそれは例えば少し明るく見えるなとか強く見えるなとかっていうようなところをちょっとポイントにして、で光の方向があって影が落ちていて、で光とこう影がしっかりとこう見えるところみたいなところは塗り残してみたいな感じで、まず土台を作っていきましょう。これぐらいのちょっと筆で、少し、初心者の人に向けて、やっていこうと思いますので。花があって、もうちょっと青がいいかな。花があって、で少し大きく水でですね、ずーっと。よいしょ。ちょっとウルトラマリンからコバルトぐらいの色の方がいいかなということで、ちょっと青を少し変えました。違うね。うるさいのありますね。少しやっぱりこの水を大きくと。でこれが影になってくると。側溝ですね。横から光が当たっているという状況ですね。少しちょっと影の中に入ってくると紫みたいな色を少し感じさせるようにしてあげてもいいかもしれませんね。薄くですよ。少し濃く見えるようなところがあれば少し濃くしておいて、
で、ここから紫の花の方に入っていきますね。で、後ろに見えるような緑色とかも少し描いておいてもいいと思います。とりあえずはまずこちらの紫の花に入っていきましょうね。で、全体的に影なんですけど、少しだけ、薄いのを塗っておいて、で、大事な花とされるところの、は少し塗り残しつつも、グーッとこう。言って大きく。ピチピチ。ちょっと青を入れて。降ってきたよ、みんな入ったら。大きくですね、捉えてですね。おしっこだって。で、この影をそのままこちらの方に。とこの雨降ってきたよ、入り入り。で少しですね、僕なんかはもう白とかもありなんちゃうかというタイプなんで、少し白とかですね、使って、ちょっと映ってないかな。ここに白があるんですね。で、ちょんちょんちょんと乾かないうちに少しこう塗っておいても面白いかなと。よく見てですよ。適当にやってるように見えますが、そうでもないんですよ。仕事がただ早いというだけで、少し白を白とほんの少し黄色を混ぜたようなのとかを入れておいたりすると、土台としてはですね。こちらの方はどちらかというと、なんですかね。濃くなってるかな。こういうのもちょっと、紫色に白をちょっと混ぜたようなのを置いてみましょうか。ダメやったらやめればいいです。ちょっと違う気がしますが。こんな感じで大きな土台作りというのができてきました。大きな光が当たって影に落ちていくというところを描いていきました。パレットに関してはやっぱり常時、拭くようにしてください。なるべくね、あんまり汚れた状態で使わないようにしてください。よいしょ。で、少し乾かないうちにやっておきたいなと思う仕事に関しては、例えば、ここにいきなり緑とかをドンと足してしまうと、すごくなんていうか、色が全然違いすぎてはっきり分かれすぎるので、入れてみてもいいと思います。あかんかったらやめたらいいんですよ。あかんかったらやめていいんです。とりあえずやってみると。で、こちら、まだ滲みすぎるなとかね。そういうのを確認しながら、ちょっと滲みすぎるかなと思ったら、もうちょっと待った方がいいなということで、あんまり水がついていないところとか、ところを塗っていきますね。よいしょ。屋外で描いています。だから、すごく絵の具が乾くのは遅いです。もうそれはもう諦めます。で、水を少なめにしてこちらに伸ばしていくとかね。で、ほんの少し濃く見えるようなところとかがあれば、また拭きますね。緑って反対色に近いような色の時もありますからですね。ちょっと青の強い色とかを、これと、このブルー、ちょっと濃すぎるかな。少し濃いかなと思う。滲みはまだ強いですね。この辺がせっかちの私の悪いところですね。で、乾かないうちにやれる仕事っていうのをやりきったら、一回思い切って乾かしてしまった方が
安全です。ね。で、例えば、こちらの方に、光がドンと当たっているから、ちょっと背景からこう形を決めておくような仕事もしておいても賢明かなと思います。まあ、どんな色を使うかっていうのも難しいんですが、少しこっち側から形をどんとこう決まっている。こういうのもよく見てですね、こっち側からこうなって、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 ね、外側からこういうところとかですね。まあ、このじょうろかなんか入れたんですが、ちょっと画面の中でこれが長すぎたんで、わざと短くしてあります。形も少し変えてます。その辺はね、適当でいいんですよ。見る人はこのじょうろの形こうやったやろなんて誰も言わないですから、絵がいいかどうかの判断をしてください。なんか虫とちょっと何かわからないですけど、こう、少し画面の中でこう構成するような意識を持って。するとこう、画面がこう、引き締まって見えてきますので、全体に色を受けました。少しこれだけやったら寂しいかなと思うんやったらば、ちょっとだけでも遊んでみたら面白いと思いますよ。少し毛先の硬い筆を用意して、少し例えばね、飛ばしてみて、滲みを作ってみたりとか、塩を巻いてみても面白いかもしれませんしね。このぐらいで一回乾かしましょう。それでは、2層目以降描いていきますね。まだちょっとあんまりこう、細かすぎずに、真ん中ぐらいの筆を。いや、アジサイ難しいと思います。僕もこれちょっと今、やりながら思いました。あ、これアジサイ難しいなと。皆さん思ってるよりね、やっぱね、よう描けてありますよね。ちょっと僕も皆さんの絵を批評する機会があるんですが、よかったらチャンネル登録してもらえると嬉しいんですが、そちらで、結構見てきたんですが、もっと優しくいかんといかんかったね。ごめんなさいね。まあ隙間とかからあれして、まあちょっと鉛筆の線とか消えてきてしまってますけど、ちょっと今回薄く描いてます。H を使って描きました。青なのか、ちょっとだけこう紫を感じるようなところがあるので、紫なのか、こう微妙なあたりですね。その辺というのも追いかけつつですね。今回はちょっと薄くですね。皆さん、怖い怖い言う人も多いでしょうから、薄くこう書いていってます。どこ書いてんのかが本当に私でもわからなくなります。もし形とかに自信がない方は、転写とかでもいいかもしれませんよね。ちょっと隙間のところを描いていってます。で、ここも白ではないので、薄くですね、青が薄くですけど、かかってきていると思いますので、ちょっとこの中でもよく見て、薄くこう青いのをかけていこうと思います。ウルトラマリンに少しこう紫を入れてみたりとか、何ブルーっていうのかなこれね。おそらく他の動画で紹介してますので、やっぱ一層塗ったところに、塗る色と2層目のところの同じような色塗ってるんですけど、やっぱ違いますよね。で、これが透明水彩のやっぱりこう大事なところですね。透明というだけあって、透明感のある感じでやりながら、重なりという透明を重なりを意識して描いていくと。パレットにもある程度こう、青系をずっとやるんやったら青系をですね、中心に置いていきながら、もしこう実物を見て描けるという機会がある方は、ぜひ実物を見ながら描いてみてください。難しいので。いいんです。その難しさとか、色の変化とかを、やっぱりこう体験するということがすごい大事なんですよ。
綺麗に上手に描こうと思うだけではやっぱり絵はつまらないです。やっぱりできないということも認識する。自分の絵がうまくいかない可能性があるから、今ね、保身のために言ってますけどね。1層目のところに塗る青と2層目のところに塗る青が色がちょっと違って見えてくるんじゃないかなと。で、隙間とかを描いたりすることによって、葉っぱの形が出てくるとか、外側を描くことによって葉っぱの形が出てくる。こういったことを少し経験してみてください。古い仮面ライダーの歌を歌ってます。中側が濃かったり、外側が濃かったり、隙間が濃かったり。そういうのよく見てくださいね。部分的に外側暗くなったり、明るくなったりっていうこと。で、だいぶこの辺なんかは実は、相当暗いんですね。で、そういうところというのは少し大きめに、大きい暗い中のより暗いところみたいな感じですね。少し大きめな、面で、ちょっと捉えてあげると。6月の、撮影してるのは24日ぐらいだと思うんですけど、寒いです。めっちゃ寒いです。ちょっと寒くなってきました。雨ですね。少し隙間とかを描きながら、塗り残ったとこが明るいところに見えてくるような感じで描いていってですね。ちょっと紫陽花っぽくなってきたんで、他のところを描いていきましょう。ちょっと勇気がいりますけども、この緑のところとかを少しぐっと濃くしてみることによって、どういう効果が生まれるのか。外側からですね、形をぐっと引き締めるようなことをしてみることによって、こういうのもよく見てあげてですね。葉脈を塗り残してあげる。やっぱり自然からいろんなものを吸収できると思いますので、ぜひぜひやられてみてください。写真ばかりに頼るんではなくてですね、少しぐっと緑を濃くしてみました。さっきと葉っぱの形がだいぶ変わってきました。次、こっちの方ちょっと描いていきましょうね。今度は紫系なんでまたパレットを掃除します。水を多めに溶いて、水で多めに溶いて、白い上に塗ったところとか、面で暗く見えるところもあったりとか、ね、白いところも一層薄く塗ってみて、今度は外側から決めるとか。ここにももう一個結構強く見える花があるなと思ったら、そういうところは、しっかりと出してあげる。紫単色だけではなくて、ちょっとピンクっぽい、色を入れてあげたりとかもしていいと思いますよね。そうするとこっちとの違いみたいなのが大きく出てきますよ。で、影の中のまた影、より濃くなってるところ、そういったところはそういう意識を持って、例えば、全体的にある程度面にしてあげて、面の塗り。でも、ちょっと明るく見えるところもやっぱあるので、そういうのは塗り残しながら、大きな面の塗りみたいなのを少し足してあげると。今度はちょっと逆に青系でいってみようかなと。同じような色ばっかり使うんじゃなくて、全体通して見たら紫なんですけど、ちょっと青を感じるとか、赤を感じるなどといったところを少し作ってあげたりとかしてみてください。大きく捉える仕事が、2層目の大きく捉える仕事が少しずつできてきてるの分かりますよね。そうなってくると今度周りのところとかを少し触りたくなってくるなっていうのが人間の差がでございますよね。接地面。
すごい迷惑なぐらいアピールする男たち。葉っぱがこの位置がここに来ましたね。なんかアピールしてきてる人たちがいますよ。映ってんのかな？あ、映ってるわ。映ってんのか？はい。いや、応援団なのか邪魔なのかよくわかりませんが、後ろにいますよね。無視しましょう、皆さん。ね、世の中無視するべきことはいっぱいあります。無視してもいいんですよ。もうね。この形、書かなきゃいけないかな。もう書かなくてもいいんですよ。後ろのうるさいやつ、遊んでくれと言ってきても無視してもいいんです。よいしょ。ね、画面がこうやって引き締まってきました。本当はなんかここ書きたなりませんかね。先ほど塗ったこう黄色結構綺麗に効いているんですけど、もっと白くしたいな思ったらいいんですよ。もう白くしてみてもいいんです。ね。はい、またアピールが始まりました。はい、無視しましょう、皆さんね。完全無視しましょうね。はい、完全無視しましょう。はい、完全無視しましょう。うるさいですね。ね、おお。窓をぶっ壊しそうですね。皆さん無視しましょうね。ちょっとこうね、これぐらいこう白置いてみてもいいんですよ。綺麗ですね。うまくこう滲んでくればまたいいなと思いますけど、あんま滲んできませんので諦めましょう。仮面ライダー始まったんで静かになってくれるかどうか。あんま見ないですよね、あの人。あんま効果ないですね。少しこうね、勇気を出して入れてみてもいい。うわ、寒い。風冷たい。もしちょっと濃すぎたなと思ったらね、少し拭き取ってあげてもいいと思います。ゴシゴシゴシとして拭き取ってあげて、ほんの少しですけど、色が戻ってくるというか、髪の白さが戻ってくることもあります。濃く塗ったら塗っただけ、例えばこういうところなんかは結構こう拭き取れるんですね。でも薄いところであんま拭き取れないです。もうちょっと赤系をですね、少しこう入れてみて、綺麗ですね。正直もう形、あんまどこ書いてるかわからないくなってるんですけど、形を認識するってことが大事です。要は、葉っぱがどうなっているかな、花がどうなっているかなとか、この形を何枚あって、それでこれが影がこう落ちてこうなって、でその形の認識というのをしっかりとこうしてあげたら、ぐちゃぐちゃとしてても、ここは難しい。ある程度なんとかなると。ここは難しい。また濃く塗ることによって浮き上がってくる。で紫の方がだいぶこう先んじてこう出来上がってきてるように見えますよね。外側からこう決まってることによって明るくこうポンと見えてきますよね。ね。それではちょっと最後の方の書き込みをしていこうかなと思います。中が暗いとか外が暗いとか、そういったところを見ながら重なって濃くなってるとか、ちょっとこう濃い色を差し込んでみるとかしながらですね。輪郭をくくるようにではなくですね、内側外側とか隙間とかですね、こういうとこね、生の白みたいなのを少しこうなくしていきましょうね。細い線もあれば薄くですね。
この段階になってもまだちょっと色に関して悩んでます。どの色なのかなーって。でもその悩んでることがどんどん深み、色の深みを増していきますので、悩んでることは悪いことじゃないです。良くなるためには絶対必要なことなんですね。あまり悩んでないように私は見られがちですが、意外とその瞬間瞬間は相当考えてます。悩んでます。どうしたらいいかなとかですね。コバルトブルー。意外とこの色やったんかもしれないですね。ウルトラマリンをずっと使ってましたが、意外とこっちやったかもしれんね。少しね、下の方もこれ書いときましょうね。ここまで来たら、やっぱりあまりにも書かなすぎている感じがするので、ね、書いておきましょうね。でも、そんなにこう、強く書きすぎてもね、これ脇役ですからね。その辺はバランスを見ながら。赤が強いようなところは赤をちょっと強めにしながら、暗い、面で見えるところは暗い面で描いてあげて、隙間に見える緑の濃いところも少し描いていきながらですね。こういうところからですね、形を、出してあげたりすると、あ、アジサイだなと分かるようなきっかけになってくる。ちょっと最後は、白とかも使ってってみましょうかね。せっかくやったらね。ギューッと。よいしょ。結構白を入れてもそんなに違和感がないような気がするな、今回はね。そんな違和感ないね。やっぱりこう紙の生の白が一番強いんですけど、少しこう明るさが戻ってくることによってまた違って見えてきましたね。よく見えるのか悪く見えるのかは知らんけど、ある程度時間かければかけるだけ良くなっていくということもあるんですが、やりすぎてしまうと、なんかこう、ね、せっかくの透明水彩の良さみたいなのがなくなってしまうこともありますので、その辺のバランスというのはやっぱり、ちょっとですね、必要なんかなという気がします。
パッパーって言ってますね。とりあえずですね、例えばこう白とかを置いて、ね、白を置いて、ちゃんとその、僕もよくわからないと言いました。どこ書いてたか。ちゃん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 ね、こういうこともこう入れてみたりとかですね。という感じで、いかがだったでしょうか。サインを少し入れてですね。まあ本当にこう初心者、とにかく初心者に向けて、の動画を作ろうと思いまして、今回作ってみました。実際難しいですよ。でもまあ、今みたいなことをですね、しっかりと守ってやれば、これぐらいは書けるんじゃないでしょうか。ということで、以上です、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では。チャンネル登録よろしくね。OK。